どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、小田先生の新たな伝説、縛りプレイです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか？行きましょう。ワンピースとは、そのタイトルの通り、パズルのように構成されていると考えています。それは、1000体を超えるキャラクターの誕生日、好きな食べ物や血液型を設定して、それらを使って、前半の海と後半の海を表裏一体で描いたり、話数の語呂合わせの遊びを仕掛けていたり、すべてが一つなぎになるように描いていると考えられます。今回考えたいのは、それらに加えてさらに、1000話から始まったかもしれない小田先生の新たな縛りプレイです。その偉大なる新たなる挑戦とは、おそらくもう始まっています。伝説は始まっていた。小田先生が1000話から始めた縛りプレイ。それは、話数の一つなぎです。どういうことでしょうか？毎週僕の考察を見てくれている人ならもうご存知かもしれませんが、例えば1000話と1001話には1話の要素を含んでおり、1002話には2話の要素が、1003話には3話の要素が、1004話には4話の要素が、といった具合に過去の話数の要素、かけらワンピースを最新話のどこかに必ず入れているという鬼畜な縛りプレイです。それでは早速、50話分、怒涛のように、1000話から1050話まで、この理論を検証していきましょう。まずスタートが一番ややこしいです。1話の要素は、1000話と1001話の2つに入っています。1話の最初のコマには、亡くなったロジャーが登場していますが、1000話にも亡くなったロジャーの息子、エースが登場しており、ヤマトとエースはロジャーの話をしていました。そして1話では、シャンクスが、どんな理由があろうとも、俺は友達を傷つける奴は許さない。と言っていましたが、1000話ではルフィが友達である金右衛門のために和の国を背負う約束をしていました。さらに1話のシャンクスの麦わら帽子のシーンと1000話のルフィの麦わら帽子のシーンは一致しています。そして1001話ではルフィとシャンクスが重なっています。2話ではルフィがアルビダに効かないね、ゴムだから。1002話ではビッグマムの雷が効かないゴムだから。3話では三刀流のゾロが登場してリカのおにぎりを食べていました。1003話ではルフィがカイドウに食べられてゾロが反撃。4話では十字に貼り付けにされるゾロ。1004話では十字に貼り付けにされるサンジ。5話では貼り付けにされたゾロを助けるルフィ。1005話では貼り付けにされたサンジを助けるロビン。6話ではゾロが自分の野望、夢を語ってルフィにはその野望を断念するときは腹を切れと言います。1006話では、兵五郎が和の国の夢を語り、氷鬼になる前に仲間に殺してくれと頼みます。7話では、ルフィがコビーのために仲間割れを演じます。1007話では、クイーンと百獣海賊団が仲間割れを始めます。8話では、ナミがバギー海賊団を騙しています。1008話では、勘十郎がおでんに化けて赤鞘を騙します。9話では、ルフィがナミに牢屋に入れられてしまいます。1009話ではゼウスがローに鉄の箱に入れられてしまいます。10話ではバギーがナミを部下に入れようとするも断られています。1010話ではカイドウが最悪の世代を部下に入れようとするも断られています。11話では牢屋に入って殺されそうなルフィが笑います。1011話ではカイドウに殺されそうなルフィが笑って窮地ほど笑い、笑うほどにか。12話では身動きが取れないルフィをゾロが運んでいます。1012話では身動きが取れないゾロをサンジが運んでいます。13話では犬のシュシュが震えながらリッチーに挑みました。1013話ではゼウスくんがビッグマムに挑んでいます。14話ではルフィがゴム人間だと文字は伝えられませんでした。1014話ではカイドウがゴムゴムのなんだって。15話ではルフィが戦闘に邪魔なブードル町長を気絶させました。1015話ではルフィがカイドウにやられて気絶しています。16話ではカバチがゾロの傷をつついていました。1016話では本編ではなく扉絵でゾロがつつかれています。17話ではルフィがバギーに攻撃しています。1017話の扉絵ではバギーがルフィではなく猿と戯れています。18話と1018話のつながりは秀逸です。18話ではルフィがシャンクスからもらった麦わら帽子をバギーに奪われていました。1018話ではフーズフーがシャンクスに奪われたゴムゴムの実の話をしていました。19話ではバギーが悪魔の実を意図せず食べます。1019話ではヤマトが悪魔の実を食べた話です。20話と1020話のつながりは難しいです。
1020話では、波が大きな袋に入ったバギーの宝を盗んで、バギーが宝を取り返そうとしています。1020話では、ブラックマリアがロビンの存在は一味のお荷物だと言い、世界中の大物に狙われると言います。つまりロビンはお荷物でもあり、宝でもあるというつながりです。21話では、町長ブードルを気絶させたルフィに対して、街の人々が怒っています。1021話では、ロビンを信頼して助けを求めたサンジをバカにするブラックマリアに怒ったロビンが悪魔化しています。22話では、緑のマリモみたいな髪型の凱門が身動きが取れません。1022話では、緑のマリモと呼ばれているゾロが身動きが取れません。23話では、村を守るために嘘をつくウソップが登場しました。1023話では、ライゾウを守るために嘘をついて滅んだモコモコ王国の話。24話では、名前を捨てた海賊、キャプテンクロが登場。1024話では、名前を捨てた侍、下月牛丸が登場。25話では、父親、ヤソップを誇りに思うウソップ。1025話では、父親、カイドウを憎むヤマトの話。26話では、ジャンゴ曰く、クロがカヤの一家を皆殺しにする計画だと言っています。1026話では、カイドウが光月家を皆殺しに来ています。27話では、誰にも知られず、村を守りたいと泣くウソップ。1027話では、誰にも知られず、都を守るしかない桃之助とヤマト。28話では、シュロップ村に黒猫海賊団の船が上陸。1028話では、ロブルッチの命令で、ワノ国を取り囲む政府の艦隊。ちなみに、ロブルッチは猫の実ですから、黒猫海賊団と繋がっています。29話では、催眠術師のジャンゴが、道を開けろという。1029話では、占い師のホーキンスをキラーが倒して新しい道が示されました。30話では、苦戦する黒猫海賊団を強くさせるジャンゴ。1030話では、キラーがローに覚醒しろという。31話では、カヤがウソップに怯える夢を見ています。1031話では、遅めがサンジに怯えています。32話では、猫背のシャムに苦戦するゾロ。1032話では、背中が燃えるキングに苦戦するゾロ。33話では、キャプテンクロとニャーバン兄弟が仲間割れをして、シャムに取られた刀をナミがゾロに渡します。1033話では、エンマが暴走して、キングが仲間割れかと言い、ゾロは刀を落としてしまい、刀を拾いながら下月幸三郎を思い出し、エンマを開眼させています。34話ではカヤが黒のどす黒い正体を知ります。1034話では遅めを攻撃したのはどす黒いクズ、クイーンだとサンジが気づきました。35話では黒とジャンゴがルフィがゴムの体質だと気づきます。1035話ではゾロがキングの体質、ルールに気づきます。36話ではウソップが村を守るために命を差し出します。1036話ではウソップが赤鞘たちを守るために命を捨てません。そしてここからは過去の僕の動画でも解説した内容ですがおさらいしておきましょう。37話では黒がルフィの腕に登って攻撃し、さらに黒は自分の名前を完全に捨てる作戦だと語ります。1037話ではルフィがカイドウの金棒に乗っかって攻撃し、五老星から名前を変更した伝説の悪魔の実が語られています。38話ではジャンゴに戦いを挑むガキウソップ海賊団。1038話ではビッグマムに戦いを挑むガキローとキッド。39話では扉絵に大鳥が登場しています。1039話ではタイトルが大鳥です。40話ではその扉絵の大鳥を落とし穴に落とそうとするバギー。1040話ではビッグマムが大穴に落ちて敗北。41話ではウソップが大きな荷物を引っ張っています。1041話では桃之助が鬼ヶ島を引っ張っています。42話では与作が解決病で死にそうになっています。1042話ではルフィがカイドウにやられて死にそうになっています。43話ではフルボディにやられた与作とジョニーが一言紙一重か。紙一重とは何でしょうか。紙一重とは紙一重。1043話では人々の実太陽の神ニカに死にそうなルフィが覚醒して紙一重。44話では2つのハートのタトゥーを持つパティが神様だと3回叫んでいます。1044話ではゾーン系の悪魔の実には意志が宿ると言われ、2つの心を持つルフィが太陽の神だと確定して神様だ。45話では自分の鼻くそをゾロのコップに入れるルフィ。しかしゾロにバレて自分の鼻くそを飲むルフィ。鼻くそとは鼻空想。1045話では空想のままに戦うルフィが大暴れしています。46話ではクリークが水を要求しています。1046話ではライゾウが水を出して鎮火させます。47話ではパティがなぜかロブスターの大砲を放ちます。
ロブスターとはインドゴムノキの別名です。こちらの動画では、ニカとはモルジブではゴムノキという意味であり、さらにインドには願いが叶うゴムノキの神様の神話があり、そのゴムノキの幻獣こそがニカの正体だと考えました。そして1047話では、ゴムノキの幻獣、ニカとなったルフィが巨大なげんこつ、バジュラングガンを構えました。48話では、クリークに襲われるバラティエのコックたちが、バラティエを守るために戦う覚悟を見せています。1048話では、カイドウに襲われるワノ国の侍たちが、ワノ国を守るために戦う覚悟を見せています。49話では、クリークが部下に腹いっぱい飯を食わせています。1049話では、ルフィが腹いっぱい飯が食える世界を作るという。50話では、ヨサクとジョニーがナミに海に落とされました。1050話では、カイドウとビッグマムがマグマに2人仲良く沈んでいます。以上、これが小田先生の新たな挑戦であり、伝説、和数の一つなぎ。この挑戦は最終回まで続くのでしょうか？偉大なる伝説を見守っていきましょう。皆さんはどう思いましたか？ご意見や考察してほしいなどがあれば、コメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。